はい、皆さん、こんにちは。サンクトペテルブルク高等経済大学東洋学部の日本語教師でクリムファール・チョムと申します。40歳でこちらの大学で日本語を教えて、それとともにサンクトペテルブルクの日本語ガイドの仕事をしております。なぜか若者が日本語を勉強したいかと言いますと、その日本語と日本文化に興味がなぜかあるかと言いますと、非常に大きなアニメと漫画の影響がございます。現在は世界中で日本文化のアニメとのつながりが強くてすごく流行っています。しかしそうしますと入学している方の中で結構、若い頃もちろんロシアに通訳された日本アニメを見て漫画を読んでなんかロシアの文化と全然違う気持ちでそれをちょっと勉強したいなとの気持ちで入学したいと思っている方が多いです。それともちろんアニメが流行ってるほど日本語を勉強したい方の数も結構増えてくるんです。しかし大事なポイントはアニメのおかげで日本語を勉強したいの方の中で10人が入学して10人の中で半分ぐらいはちゃんとの日本語の勉強はアニメとそれほどつながりがない丁寧なちゃんとの日本語と漢字の難しさを分かってから半分ぐらいはちょっと諦めてちょっと難しすぎるかなと思ってアニメが好き日本の文化も好きだけどちょっと日本語はちゃんとの日本語はちょっと難しすぎてやめる方もいる。でも5人はこのアニメを理由として日本語を勉強して結果的には本当の日本語本当の日本の文化をより深く分かってほしいとの気持ちで素晴らしい学生になります。そして非常に大事なテーマはもちろんその卒業生の仕事。当時はサンクトペテルブルクにいろいろな日本会社がありましたのでトヨタ、日産、三井住友、ユニクロの店にしてもそちらの方は卒業生はまだまだ経験がいなくてもいろいろ通訳の仕事はそれぞれの会社でなんとかできるんじゃないのかな。そうするともうちょっと安心な気持ちで卒業できました。現在考えますともしかして仕事がこのそれぞれの先ほどお話した会社は今サンクトペテルブルクにありませんのでもう日本語を勉強する理由がその会社と一緒になくなったんじゃないのかなとの気持ちがあるかもしれないんですが、しかし今も日本についての日本の文化についての興味が非常に高まっている。ですので、考えますと卒業生の 100% の中で実際に日本語を使って仕事をしていたのは普通だと 10% ぐらい。それは当時もそうでした。それ以外の 90% は日本語と日本に興味を持って日本語を勉強したいんですが将来の仕事はまた日本語と関係ないようなマネージャーとかいろいろなより給料が高いところあるいはその家族がファミリービジネスがあったらそちらの仕事をするつもりだったんです。そうしますと現在も仕事がそれほどいっぱいとは言えないように見えますが卒業生の中で 10% ぐらいは本当に日本会社で働きたいという気持ちを持ってそれ以外の方は半分ぐらいは日本語を勉強してオンライン学校で教えることになります。そうするとそれぞれの興味を持っている方は日本語を専門に選んで実際に日本語を使って仕事をしたい方は卒業生の中で 10% で
また残り 90% の中で半分は全く日本語と関係ないような仕事をしたい、半分は日本語を教える興味を持ってこういう日本語学校、サンクトペテルブルクにあるとロシアは全体的にオンラインとしてできるロシア全体のオンライン学校で教えることにします。もちろん現在はいろいろなスマートフォン開いてテレビをつけていろいろな情報が出てくるんですけど、その情報には迷いやすいところがあって、どっちがいいかどっちか悪いか分からなくなって、結果的にはやっぱり将来を感じるとか分かるように過去を勉強しなければならないというところがあって、だから何よりも私は日本語を勉強して日本語教師として日露関係の歴史に興味を持って日露関係の将来はどうなるかとの気持ちがいろいろ考えて、しかしもちろんちょうどその日露関係の歴史を見ますと長い間全体的に友達同士でロシアは日本に一番近い国としていろいろな問題、一番最初の国境を決める1875年サンクトペテルブルクで国境が初めて日露国境が決められた時で10年以上日露会議が行われていろいろな会話してそういろいろな意見を考えて結果的には友達同士でその国境が決められていたんです。世界中で国が隣になっていてもあまり友達同士になっていない例がいっぱいありますが、でもちょうど日露関係の歴史を見ると2回ぐらいはちょっと1年ちょっとぐらいそれほど仲良しじゃなかったところがあって、その日露戦争ですね、1904年1905年でも1年だけがこういうちょっとうまく会話ができなかったところとして全体的には隣の友達同士の影響で将来も友達同士で素晴らしい関係が作れるんじゃないのかなと私は強く感じています。